皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は9月秀山祭大歌舞伎の初日に来ました。いやー、まだまだ灼熱で暑いですけども、菅原伝授手習い鏡も今日通しで上演されるんで楽しみです。それでは歌舞伎座に行ってみましょう。レッツゴー。今日はこれから前回の昼の部のストーリーに加えて4幕目、5幕目、6幕目、夜の部のストーリーを見た直後の感想とともに語ります。そして最後に私のランキングをお届けします。今車引きが終わりました。いやー、面白かったっていうかダイナミックでした。今まで私が見た中で、一番自分的にアドレナリンが上がりました。やはり昼の部から通しで見てるんで、それぞれの追ってるその人生の重みというのが分かります。桜丸は確かによく解説では、時代親王の家来だと書いてるんですけども、その時代親王のこの刈谷姫とのこの密会を自分が手助けして、そして菅少将に迷惑をかけてしまったというその無念の思い。そして梅大丸は、これは菅少女に仕えていて、菅少女の子供の菅秀才を武部源蔵に渡したと。そしてその2人が恨む藤原の紙幣、それに仕える松尾丸。いやー、くっきりとその3人の人生が分かった上で見ると面白いです。最初に左近さんの桜丸と染五郎さんの梅大丸が出てきます。いやー、梅大丸の染五郎さん、なんかはじけてていいですね。いやー、すごい熊取りのノリも良かったです。いや、すごいんですよね。染五郎さん、バシッと自分の刀を掴む時、その音が聞こえたんですよね、2階まで。さすがいつか弁慶をやりたいと言ってる染五郎さんだと思います。そしてさっきの熊取で言えば、この梅大丸は、日本熊と言います。荒事です。そして松尾丸は一本熊、立ち役です。そして桜丸はむき身という和事です。いやー、その違いがくっきりしてる。そしてなんと最後に藤原の紙幣として白鸚さんが出てきました。藤原の紙幣は、これは苦行あれ、敵役です。でも声も朗々としてました。重みがありました。お兄さん役の松尾丸幸四郎さんですけども、頑張ってました。あと見どころとしては、途中、この兄弟全員、役の上での兄弟全員で、見栄をするところなんですけども、その時のこの足の親指のピーンと立つ姿、それを染五郎さんの梅大丸、そして幸四郎さんの松尾丸、2人で競って、親指を立てているように見えました。ぜひオペラグラスで見てください。ということで、本当に車引き、やはり投資狂言ならではの面白さを今日は感じました。そして染五郎さん、若さで弾けてて梅大丸良かったです。この車引き、実は染五郎さん、これ初役だそうです。松尾丸、桜丸はやったけども、梅大丸は初めてです。よくできましたね。あと驚きは、実は藤原紙幣の役、この真ん中でデーンと大物ぶりを発揮する役、なんと白鸚さん初めてだそうです。初役だそうです。びっくりですね。オーラ、大きさ、紙幣の表現、素晴らしかったです。声も朗々としてよかった。
ということで、まだこの続きが楽しみです。3人いよいよ自分たちのお父さんの祝いの宴で会うんでしょうか。それでは以上、車引きのレポートでした。今がの祝いが終わりました。いやー、衝撃のラストでした。ちょっとここからはネタバレになるんで、ネタバレが嫌な方はここで止めてください。いやー、がの祝い、これ正直言って、最後の寺子屋に比べると上演回数、3分の1以下、多分4分の1とかなんで、しかも私菅原伝授手習い鏡通しで見たの初めてなんで、こんなすごい話だとは知りませんでした。最後になんと桜丸が一番最初の序幕の鴨包みで自分が仕えている時代親王が刈谷姫と仰せをして、その責任を取って菅丞相、菅原道真が太宰府に九州に左遷される、その責任を取ってなんと自分で腹を切ってしまう。でその腹切りの解釈手伝いをなんと父親の白太夫が行う。チーンチーンと、そして南無阿弥陀仏の鐘を鳴らす。その中で自害をすることを知った妻の和太郎さんがやってますけども、八重が驚く。と。しかもこの場はその桜丸を時蔵さんがやってます。普段だと永田の2人、時蔵さんと和太郎さん、和太郎さんがすすり泣きをする、驚きの叫びを上げる。その中で腹に小刀を突き刺そうとする時蔵さんをなんと和太郎さん止める。こんな腹切りは初めて見た。でもそれを振り切って桜丸は自害をして死んでいく。なんとそこに隠れていた梅大丸の夫妻が来る。いやー、こんなにすごい話だとは知りませんでした。がの祝い、すごい区切れでした。その前に、車引きで兄弟3人が揃って、でも松王丸対梅大丸、桜丸で終わりになった。でも70歳の父親のお祝い、白太夫という名前も菅丞相からもらった。その祝いの席、最初に松王丸、今回は川将さんがやってる。そして妻の千代を慎吾さんがやってる。そしてその次に梅大丸、橋之助さんがやってる。そして、妻の春は種之助さんがやってる。珍しいですね、種之助さんが女役をやってる。で、この2組の夫妻でも旦那同士はいがみ合ってるんで、妻に刀を渡す。そしてこの松王丸と梅大丸、なんと珍しいんですけど、米俵を持ったまんま、2人で争う。そして米俵をお互い投げ合ったりぶつけ合ったりしているうちに、なんと庭にあった桜の枝を折ってしまう。ここが運命を暗示しているというところでしょうか。でもその父親がまず松王丸に旅立てという。松王丸の夫妻は旅立ってく。松王丸と千代旅立ってきます。そしてその次の寺子屋につながるんでしょう。そして梅大丸と春の夫妻にも、旅立てというで出てくるんですけど、実は裏口に回っていた。そこからさっきの桜丸の悲劇の話が始まりました。
いやー、本当にこの菅原伝授手習い鏡、これを作った武田出雲、そして、三好正楽、そして並木川柳、このトリオすごいですね。確かに一人では作れない、この共作だからできるいろんなアイデアを出してるんでしょうか。このトリオが作った金手本忠臣蔵、そして10月には義経千本桜があります。そしてこの菅原伝授手習い鏡、いやー、この3作ともすごいですね。松竹130周年記念ということで30年ぶりにこの3つを上演するそうですけども、いやー、我の祝い道義も抜かれましたということで、ぜひ通して見てほしい菅原伝授手習い鏡、我の祝いでした。今寺子屋が終わりました。いやー、長い長い菅原伝授手習い鏡という物語が終わりました。スター・ウォーズでいうと普段はエピソード4の車引き、そしてエピソード6の寺子屋しか見ませんが、本当は大きい物語があることがよく分かりました。ネタバレ、含みます。最後のこの寺子屋、これは武部源蔵が菅丞相の息子の菅秀才を預かった、その子供を藤原氏平側の松王丸が差し出せと、首を差し出せと言うと、で困ってるとこになぜか高貴な顔をした子供が一人入ってくる。そして首を差し出せという時に、この子供の首を代わりにグッと切って差し出した松王丸、自分の実は子供だと。でもこれは菅秀才だと言って、見逃す。松王丸は松緑さんがやってました。武部源蔵は幸四郎さんです。そして松王丸の奥さんの千代は万寿さんがやってました。手堅い夫人です。そして千代が来て、実は自分の子供だったのよと、お前は誰だという時に松王丸も尋ねてくる。そして自分の子供の最後を尋ねる。笑いましたか。笑いました。ふふははふふははと、こういう悲しみと、そして、辛さと、でも自分をやるべきことをやったというないまぜの心がよく現れます。幸四郎さんの武部源蔵もせまじき者は宮塚へと、人の子供を殺さざるを得なかった自分の身を嘆きます。ということで、菅秀才は生き延びることができたと。そして菅秀才の母親、これ東蔵さんがやってましたが、最後は、みんなで大団円を迎えると、犠牲となった松王丸の息子の小太郎にみんなでお焼香して終わりという形でした。そういう意味ではこの物語、いろいろ役者が変わっているところが、ちょっと分かりにくいんですけども、なんと菅秀才役の秀之助君だけは、ずっと昼も夜も同じでした。いや、最後真ん中で輝いてました。歌唱さんの息子さんです。素晴らしいと思いました。熱演です。いや、本当に寺子屋、今年の、6月にも見ました。そして、去年の3月にも実は見ました。両方とも、今の新菊五郎さんが、松王丸、そして武部源蔵は愛之助さんでした。いや、今日
松緑さんの松王丸見ましたけども、太くて、堂々としていて迫力があり良かったと思います。1分でこの菅原伝授手習い鏡のあらすじを語ります。まず序幕鴨包で、これは天皇の弟の時吉親王と菅丞相の養女の刈谷姫が相引きをする。そして、駆け落ちをしてしまう。それを見逃してしまった桜丸が後悔する。そして筆法伝授、ここで菅丞相から武部源蔵がこの秘密の筆使いを教わる。でも過去の自分の妻との縁は許されない。そして道明寺、筆法伝授の最後にはこれ菅丞相がこれは敵方の藤原紙幣に陥れられてこの駆け落ちの罪を取って、太宰府に流されることが決まる。道明寺で流されていく途中で菅丞相は許しを請いたい自分の娘の刈谷姫と会う悲しい親子の別れです。そして夜の部車引きで、ここで松王丸、梅王丸、そして桜丸の兄弟が会う。でも松王丸だけ、藤原紙幣型だと。そして賀の祝いでこの兄弟仲違いしてるんだけど3人父親の祝いで会う。でもなんとそこで最初鴨包みの罪を感じてる桜丸が腹を切ってしまう。それを梅王丸が見届ける。最後寺家をであっと言うんですけども、藤原紙幣型だった松王丸がなんと菅丞相に実は恩義を感じていて、自分の子を犠牲にして差し出す。そして武部源蔵は、筆法伝授で得た恩を菅丞相の息子菅秀才を生き延びさせることができると。生き延びさせることでその恩義に報いるという話でした。壮大な話でした。皆さんにお知らせをさせていただきます。私は私なりに伝統芸能を応援して盛り上げたいと思ってます。9月の22日から27日まで電脳和風ウィークという公演を大阪・関西万博でやります。最後になって非常に盛り上がっている大阪・関西万博です。私の盛り上がる予想がぴったり合いました。ゴスペル・イン文楽、そして大衆演劇、そしてバイリンガル落語、それぞれ一流の方をお招きしています。特に応援が今欲しいのは9月25日桂サンシャイン師匠、カナダ人の桂サンシャイン師匠、日本の落語を桂文枝さんの下で、修行を積んで、アメリカのブロードウェイや、ロンドン、世界で、日本の文化を広めてくれてます。こういう人を応援したいということで、ぜひ来られる方、または遠くからのクラファン的応援も募集してます。よろしければ応援してください。あと9月22日から27日立ち見席、皆さん、万博のチケットあったら見られますので、ぜひお越しください。さて一番最後ですけども、今回も昼夜通したランキングをお届けします。私のドーパミンが上がったか、私が皆さんにお勧めしたいか、そして初めての方、映画国宝を見て歌舞伎を見るような方はどれを見るべきかという3つの要素を交えてランキングを発表します。こちらをご覧ください。一幕見席の参考にしてください。でもぜひこの菅原伝授手習い鏡は通して見ることをお勧めします。いやー、菅原伝授手習い鏡、これは
スター・ウォーズのように壮大な話でした。私も初めて投資を見ました。ぜひ、昼を見てその後夜を見てください。A プログラム B プログラムありますけども、どちらも素晴らしいと思います。ぜひいいね、チャンネル登録、そして感想を書いていただく。あとぜひ LINE 公式にもご登録ください。この QR コードからご登録ください。それでは歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。今日も歌舞伎座からお届けしました。それではまたお会いしましょう。声をかけてくださった皆さんもありがとうございました。それではまた。